滅びの美学といえる20人の英雄を紹介しています。前回は幕末の人物を取り上げ、西郷隆盛以外は旧幕府側の人間を紹介しました。今回は幕末で討幕を目指した人間を紹介します。新しい時代を望み、奔走し戦い、次の時代でも活躍を期待された人物にもかかわらず、討幕や明治維新を経験せずに散った男です。久坂玄瑞。武士政権の最後となる江戸幕府は、約260年も続くことになりました。家康を含め、初期の将軍たちが有能であったため、強固な体制を築き上げたからです。彼らの政策の一つとして、鎖国制度があります。キリシタンの脅威から始めた政策で、この鎖国制度により、幕府は外国からの脅威を防いでいました。アメリカ人のペリーが浦賀にやってきて、開国を迫ります。断りきれなかった日本は、翌年、日米和親条約を結びます。その後、他の欧米列強とも、条約を結びましたが、日本にとって不平等な条約でした。ペリー来航によって、鎖国を続けてきた日本は大混乱に陥り、孝明天皇が海外が大嫌いであったこともあり、幕府の弱腰な態度が非難されます。幕府の力は急激に弱まっていきます。さて、このペリーの船に乗り込み、日光を企てようとした人物がいます。吉田松陰です。松陰は長州藩の出身で、水戸で生まれた尊王攘夷の思想を持つ過激な革命家でした。尊王攘夷とは天皇を尊び外国勢力を追い払うという意味です。加えて松陰は天皇の下で万民は平等であるという考えで討幕を目指しており、攘夷といってもただ追い払うというだけでなく、海外と交流し西洋の兵器や兵学を学び、日本を強くして西洋列強と渡り合っていこうとする、非常に大胆なビジョンを持っていました。そんな松陰が地元で設立した私塾が松下村塾で、松下村塾から討幕活動や明治維新で活躍する多くの人材を輩出しました。松陰が教えた優秀な人材の中で、一番弟子と言える人物が、久坂玄瑞という男です。萩藩の藩医の子供として生まれた玄瑞は、学問ができ、180センチと身長が高く、声も大きい人物で、10代半ばには、両親と兄を亡くして孤独の身でした。尊王攘夷派の宮部定蔵から松陰の儒学を強く勧められた玄瑞は松陰に手紙を書きます。手紙の内容は非常に過激なものでした。元寇で元の使者を北条時宗が切り、士気を高めて、元と戦争を始めた事例を挙げ、玄瑞は海外の使者を切り、外国が攻めてくれば、武士たちは覚醒し、国防は厳重になると主張します。この手紙に松陰は思慮が浅いと批判的な返信をしますが、実は玄瑞の並々ならぬ士気を喜びました。玄瑞は松陰と何度か激しい手紙のやり取りをした後、松陰の弟子入りする。松陰は玄瑞の才能を絶賛します。玄瑞が松下村塾の中心的な人物となると、自分の妹を玄瑞に嫁がせました。ところが、松陰は過激な言動が幕府に脅威とみなされ、安政の大獄で享年30歳という若さで、
幕府によって処刑されてしまいます。元帥は松陰の意志を引き継ぎます。尊王攘夷運動を先頭に立って展開していきます。ところが、そんな時、元帥に宿敵と言える人物が、同じ長州藩から現れます。長井歌という人物です。彼は、航海延暦策を長州藩主の毛利高親に献白し、それが藩主に気に入られ反論になり、朝廷と幕府にも気に入られたのです。航海延暦策は、開国して強い国を作っていこうというものでしたが、朝廷と幕府が協力関係を結ぶという公武合体の考えを持っており、元帥には受け入れがたい政策論でした。元帥はどう考えていたかというと、西洋の強大な武力に屈服する形で開国するのではなく、対等に交渉する気力を奮い起こすべきであり、それによって国力を回復させ、軍備を整えた後、対等な立場で条約締結に及ぶ、というものです。そのためには討幕をしなければならず、その後、日本を動かすのが長州藩である、と考えていました。実際、当時の貿易といっても、幕府が欧米列強と不平等条約を結んでいたので、輸出超過となっており、国内の物価が高くなってしまい、多くの庶民は苦しみ、幕府に不満を持つようになっていたのです。元帥たちは、長井の暗殺計画を立てたり、元帥は、後に維新の三傑木戸孝允となる桂小五郎と共に、航海延暦策は天皇をおろそかにする政策だと主張。藩主の高親を必死に説得します。小五郎は、松下村塾の門下生ではなかったが、松陰から兵学を学んでいた。元帥は、謹慎させられるも、小五郎が高親の説得に成功。長井は失脚した。そして、元帥は自分の考えを書いた、回覧定規と名付けた憲白書を高親に提出。これが藩に採用されます。翌月には、海湾地言を書きました。長州藩は、尊王攘夷、討幕へと方向転換を図ります。元帥は、京都でも尊王攘夷活動を積極的に展開し、攘夷派は京都で勢力を増していきました。元帥は小五郎と共に、朝廷の尊王攘夷派三条実とミラと手を結び、一方、同じ朝廷でも公武合体派の岩倉ともミラは排斥し、朝廷を尊攘化させることに成功。1962年10月には、幕府へ攘夷を督促するための勅使である三条実とミラと共に江戸に下り、幕府に攘夷の実行を迫ります。これに対し、もはや力のない将軍徳川家茂は、仕方なく翌年上京し攘夷を宣言することを誓います。幕府は弱体化し、尊王攘夷の勢力に完全に押されていたのです。外国の強さを知っている幕府も、世の中の情勢からして、攘夷に動かざる得ず。攘夷の実行の日が、1963年5月10日と決まります。攘夷実行の日、元帥は、自ら結成した光明寺島で、関門海峡を通行する外国船を砲撃しました。元帥は、京都に行き、攘夷実行をアピールすると、朝廷から称賛されます。幕府は、まさか攘夷実行の日に外国船に向けて発砲するとは、思っておらず、何もしませんでした。元帥は、次なる手を打ちます。それが大和行幸の計画です。大和行幸の計画とは何か。孝明天皇が大和に行幸し、攘夷祈願を行い、幕府に攘夷の勅命を伝え、
もし幕府が実行しなければ直ちに天皇の命令に背いたとして罪とし、幕府を潰し、王政復古する計画です。しかし、この計画はうまくはいきませんでした。まず、孝明天皇は上位が念願ではあったが、幕府を潰そうとは思っておらず、討幕の考えがある長州藩に不信感を持つようになっていました。さらに幕府も後部合体派の公家や薩摩藩、会津藩などと手を組み、長州潰しにかかります。1863年8月18日に長州や三条実富ら上位派の公家を京都から締め出すクーデターを行いました。これを8月18日の政変と言います。一体なぜ長州が京都から追放されなければならなかったのか。一気に討幕を目指した元帥は、失意の中、京都を去り、萩へと戻ります。長州藩では、今後について、激しい議論が交わされました。その中で、最も過激な意見を主張したのが、木島又兵衛48歳であった。木島は、長州藩で一目置かれている人物でした。彼は、武力をもって京都に進発し、天皇に面会して、長州の無実を訴えると主張します。元帥たちは、ここで軍を動かせば、戦争になってしまい、朝廷に刃を向けることとなって、立場がさらに悪くなると、木島の主張に反対し、押し止めていました。しかし、一転元帥は木島らの意見に賛成します。これは、長州追放後の京都で、幕府、朝廷、有力な藩が、その後の方針を話し合うも、意見がまとまらず、薩摩藩などが京都を離れてしまったからです。京都が手薄になった今なら、戦争にならず、朝廷に圧力を加えることができると元帥は考えました。さらに、京都の池田屋という旅館で、会津藩配下の新選組に、上位派の志士たちが襲われたのです。この事件の知らせが長州に届くと、藩士たちは会津に激行します。元帥は、木島らと共に、兵を率いて京都に向かいました。しかし、元帥は、この時も戦うつもりはなく、軍事力をもって、長州の主張を通そうと考えていました。元帥は、天王山の麓で陣を張り、長州藩の罪の回復を願う、嘆願書を起草し、朝廷に立てまつった。長州を許すのか許さないのか。朝廷、幕府、諸藩の会議が行われ、長州に同情する他藩士や公卿も多く、意見は分かれます。薩摩の西郷隆盛は会議で沈黙していました。しかし、幕府としては、これまでの行いから長州を許すことはできず、諸藩へ京都の出兵を促します。そして、京都へ諸藩の兵が集まってきます。薩摩軍も京都へ到着しました。すると、西郷は、長州を討つべき、と主張。これにより、朝廷は、長州に退去命令を出し、従わなければ討伐すると告げます。京都に集まった幕府と諸藩の兵は2万。長州の兵は2000。なんと10倍である。長州は、上位実行の仕返しにより外国からの攻撃もあって、絶体絶命のピンチに追い込まれていました。1964年7月17日、男山八幡宮本営で長州藩最後の大会議が開かれました。長州は、朝廷からの退去命令と欧米艦隊の報復も迫っている状況。京都に向かい嘆願するのか、
長州に戻るのか。元帥たちは究極の選択を迫られた。元帥としては、手薄な京都で軍事をもって圧力をかければ、長州の主張を聞いてくれるはずという考えだったが、今はもう京都の状況が変わってしまった。朝廷の退去命令に背くべきではないとして、兵を引き上げる案を出した。ところが、木島又兵衛は元帥を卑怯者と怒鳴りつけた。木島は京都進撃を主張。医者坊主などに戦争のことがわかるか。もし神妙を惜しんで躊躇するならば、勝手にここに留まっているがよい。世は我が一手をもって悪人を退治する。と言い放った。年長者の牧安臣も木島に賛同したことで、京都進撃が決定しました。元帥は沈黙した。木島は元帥より20以上も年上の人物。元帥は言い返すことができず黙ってしまい、その後、一言も発することはありませんでした。そして、その場を立ち去り、天王山に戻ります。長州は、天皇の住まいがある京都御所へ押し寄せます。木島たちは、すでに嘆願というより、憎き会津藩主松平片盛の襲撃が目的となっていました。長州軍は、幕府軍や諸藩の連合軍と激突。最も激しい戦いとなったのが、蛤御門付近。木島の兵と会津兵の衝突です。最初、木島の兵が優位に戦いを進めますが、西郷隆盛が率いる薩摩の兵が応援に来ると、形勢が逆転します。西郷の兵は強く、指揮官の木島は狙撃され、もはや戦うことが不可能と悟る。木島は甥に介錯を命じ、自ら喉を槍で突いた後、首をはねられて亡くなった。さて、元帥だが、京都御所へ遅れて到着。到着した時には、木島は亡くなっており、木島の体は総崩れとなっていました。朝廷への嘆願を諦めていなかった元帥は、関白である高司助弘を説得するため、御所の南方に向かい、高司邸に近い境町御門を攻めました。元帥たちは、門を守備する越前藩隊を突破することはできなかったが、塀を登って、なんとか高司邸に侵入。無事に高司助弘と面会することができました。元帥は、助弘に朝廷への参内に付随し、嘆願をさせてほしいと、必死に頭を下げました。しかし、その願いを助弘は拒否しました。そして、その場から逃げていってしまいました。長州の気持ちを分かってくれる人間と思っていた助弘の説得が失敗。元帥に残された道は武士らしい立派な最後を飾るのみとなった。元帥はその場にいた入江久一には逃げるように指示、藩主正氏への伝言を頼んだ。そして寺島忠三郎と共に高司邸内で互いに差し違えて自害しました。なお、久一も塀を越えたところで越前兵の槍を顔面に受けて死亡しています。久一も忠三郎も松下村塾出身の志士でした。この事件を禁門の変と言います。元帥の最後となった高司邸。現在はそこに案内板があります。吉田松陰の塾生の中で四天王と呼ばれた人物がいます。
一番弟子的な存在であった久坂玄瑞の他に、吉田と島呂と入江久一も四天王に含まれていました。と島呂は池田屋事件で散り、玄瑞と久一は金門の変で散りました。しかし、まだこの時点で四天王の一人が生き残っていました。その男は、玄瑞と松下村塾の双璧と呼ばれた人物であります。彼も、また明治維新を経験せずに散った人物で、滅びの美学の人物として紹介したいと思います。次回はこの人物についてと最後の場所を紹介します。チャンネル登録をお願いします。